新玉ねぎを干して抗酸化力を増やし、甘みをたっぷり引き出したオニオングラタンスープを作ります。皆さんこんにちは。オニオングラタンスープを作ってみたいけど、飴色の玉ねぎを炒めるのには少なくても30分ほど炒め続けなければいけません。私も以前は作っていましたが、手を休めると焦げるので、しんどということになります。よく電子レンジでの時短の方法は紹介されていますが、今日は新玉ねぎを半日干して水分を抜き、時間を短くします。美味しさが電子レンジの時短とは全く違います。干した玉ねぎは甘みが凝縮され、ブイヨンなど一切加えなくても美味しく出来上がります。それだけではありません。抗酸化作用豊富なケルセチンは火に干すことによってその量が増えます。だから玉ねぎの茶色の皮には豊富にケルセチンが含まれているんですね。新玉ねぎの甘みを最大限に引き出した健康スープですので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。では作っていきましょう。まず新玉ねぎ2個を薄切りにします。根元ギリギリのところを切り落とし、ここだけは捨てています。この部分も切って野菜だし、ベジブロスに使えますが、柔らかくない皮も野菜だしに回しています。半分に切ってからまな板に直角に端から薄切りしますが、途中切りにくくなりますので、倒していただくとまた切りやすくなります。全部切り終われば干していきます。大きなざるなどがあればキッチンペーパーを敷いて玉ねぎを全体に広げます。私は2階の部屋がよく日が当たり、風通しも良いのでそこで干しています。ベランダや縁側など皆さんの一番干しやすいところで干してくださいね。ちなみにここは私の写真部屋です。ライティングなどできない私はここで自然の光の力を借りて撮っています。こんな感じに撮れます。玉ねぎなどに含まれるケルセチンはストレスがかかると増える性質があります。そのストレスとは紫外線を浴びることや酸化です。玉ねぎを切って火に干すと酸化を防ぎ、紫外線から身を守るためにその含有量が増えるのです。2日から3日干して玉ねぎが黄色くなってくればかなりケルセチンが増えていますが、今日のように朝から干し始め夕方に取り入れるとカビの心配もいりません。ぜひ半日干しから始めてみてください。ケルセチンには抗酸化力に加え抗炎症力もあり、感染症、脂質異常症、高血圧、認知症の予防効果や喘息や関節リウマチの症状が軽くなる効果も期待できます。半日干すと程よく水分も抜けてこんな感じになります。玉ねぎを炒める前にバケットの用意をしましょう。1センチほどの厚さに切って、今日はあまり大きくないので2人分で4枚用意しますね。半分に切ったニンニクの切り口をすりつけると、スープをいただいた時にほんのりニンニクの香りが食欲をそそります。この後きつね色にカリッとトーストしておきます。ニンニク1個分をみじん切りにします。今日はとっても大きな1個だったので、パンに塗りつけた半分をみじん切りにしています。フライパンにバター 20g とニンニクのみじん切りを入れて火にかけます。バターを熱してからニンニクを加えると焦げやすいので、最初から入れるのがいいですよ。ニンニクの香りがしてきました。半日干した玉ねぎを入れて炒めます。塩少々を加えるとより水分が出て炒めやすくなります。5、6分中火で炒めていると少し色づいてきます。ここで水を 100cc 加えてください。
この水分を飛ばすように中火より少し小さな火にして加熱していきます。いやいや、オニオングラタンスープは飴色の玉ねぎがポイントなのではと思った方もあるかもしれません。今日はあえて飴色にしません。皆さん AGE って聞いたことがありますか？終末糖化産物というものです。なんか聞き慣れないややこしい名称ですよね。タンパク質と糖質を同時に加熱した時に発生します。その AGE が体の中のタンパク質と結びつくと老化を進めるんです。その結合しやすいタンパク質がコラーゲン繊維。AGE を摂りすぎるとシワ、たるみを増やすということですね。唐揚げやパンケーキなど美味しそうな揚げ色、焼き色があるものは AGE が残念ながら作り出されています。そしてタンパク質と糖質を含む玉ねぎも飴色にするとかなり AGE を作ってしまいます。今日のハッピーベジ風の作り方ですと、甘さを引き出すだけでなく、飴色にしたのとはまた一味違ったフレッシュな玉ねぎの美味しさを味わうこともできます。色のない唐揚げやパンケーキは食欲が湧きませんが、このオニオングラタンスープはいけますよ。水分がほぼなくなってくれば、水を 200cc から 250cc 加えます。煮立てて塩コショウをして 2,3 分煮ます。カップに注ぎ、先ほど焼いておいたバゲットをのせ、たっぷりとチーズをのせてオーブントースターで焼けば出来上がりです。めちゃめちゃ熱いので食べるときは気をつけてくださいね。そしてお一人暮らしの方はバゲットを入れて一度に2個仕上げてしまうとパンが水分を含んで翌日はスープではなくてグラタンのようになってしまいます。まあそれはそれで美味しいのですが、ぜひ抗酸化力と抗炎症力のあるケルセチンを火に干すことによって増やした新玉ねぎのフレッシュなオニオングラタンスープをぜひ試してみてくださいね。最後まで見てくださってありがとうございます。あなたとあなたの大切な人の健康のお役に立てればとても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。